急にご機嫌なミュージックで始まりました今回の旅は奄美大島と徳之島編です。この動画では奄美大島を中心にご紹介していきたいと思います。この宿の名前が、ハッピーハウスっていう名前になってて、はい、で俺のお母さんが、覚えやすいからっていう理由でつけたんですけど、見てわかるようにちょっとログハウスっぽい感じで、なんか温かみを感じる宿ができたらいいなってことで、ちょっとだけリフォームとかも加えてやってるんですけど、今回奄美大島滞在の拠点としてお世話になったのが、以前鹿児島はイルカゲストハウスで同宿の友となった奄美大島出身のひろむくんの民宿です。こちらの民宿は知り合いの方や友人などを中心に一棟貸しの貸し切りスタイルでやられています。木のぬくもりを感じるお家で、とってもスタイリッシュにかつ快適にリフォームされていて、居心地は抜群です。でここ朝方とかになると、その珍しい鳥、赤小瓶とかユリカケスとか、そういう奄美にしかいない鳥っていうか、そういう鳥が朝になるとギャーギャー騒いでてこの辺でそうなんですよ。すごいおすすめなのは、朝日が昇る海がそっちにあって、こっち側からでそこにちょっと今暗くて見えないんですけど、でカーテンバーって開けたら、水面がキラキラしてるのが遠くに見える。そこまでもう歩いていけるような、こう回っていかないといけないんですけど、歩いて本当に30秒ぐらいで、その日が昇る海があって、でそこの港があんまり知られてないんですけど、透明度がめちゃめちゃ抜群なんで。そうなんだ。地元に住んでるからこそのおすすめをたくさん教えてくれたひろむくん、ありがとうございます。翌朝おすすめは朝日ということだったのですが、曇り空であることを言い訳にのんびり起きて海辺を徘徊しに行きました。感情かもね、時間帯。曇りでこれなんだから、多分すごいんだろうね。そう切ると。あんまり知られていないけど、ここの海は透明度抜群と言っていたひろむくんのその言葉、本当でした。波の音に癒された後は、今回の旅の目的の一つでもある泥染めの体験をしに肥後染色さんにやってきました。こんにちは。こんにちは。皆さんは大島紬というのを聞いたことはありますか？着物を着る方なら、いつかは大島紬をと憧れを抱く気持ちを分かっていただけるかもしれません。大島紬は鹿児島県奄美大島を中心に作られている織物です。深い黒に加え、緻密な染めと織りの技術で知られる日本が誇る絹織物の最高峰の一つです。30以上もの工程を経て生み出されるこの生地は、一つ作り上げるのに半年から1年もの時間を要すると言われています。この大島紬の艶のある黒色を生み出す秘密、それはその染色方法にあります。泥染めと言われる工程です。大島紬は泥にまみれてこそ美しい色合いが生み出されるのです。しかし泥を使うとは一体どういうことなのでしょうか。暖かい土地の海辺で育つ背の低い植物があります。シャリンバイと言います。奄美大島の方言では定置木と呼ばれているそうです。泥染めの染料作りはこの定置木を山から切り出すところから始まります。
切り出してきた定置木をチップ状にして大きな鉄かごに入れ、窯で2日間にわたって煮出します。その後、煮汁を寝かすこと数日間。煮出してから1週間ほどかけてようやく染料が出来上がります。定置木の木はタンニンという物質を多く含みます。タンニンは植物の葉や実、根などに含まれる植物成分で、よくワインにも多く含まれるというのを聞いたことがあるかもしれません。奄美大島は強い風や潮、土壌による影響で濃度の高いタンニンを含む定置木が自生しているそうです。この定置木を煮出して作った染料に絹糸をつけて染めていきます。繰り返し20回ほどつけていくことで、糸は濃い茶褐色へと染まっていきます。褐色に染められた糸や生地は、その後天然の染め場である泥田に運ばれます。奄美の土壌に含まれる鉄分と定置木の染料に多く含まれるタンニンが化学反応を起こすことで、生地は少しずつ黒く染まっていきます。大島紬の深い黒を生み出すためには、定置木の染めを20回、泥染めを1回をワンセットとすると、それを 4,5 回ほど繰り返していくそうです。泥染めはまさに奄美大島の大地の色と言っても過言ではありません。そんな泥染めをこちらの肥後染色さんで体験できるということでやってきたのでした。まずは自分で染めるアイテムを選ぶところから始まります。 T シャツやバッグ、ストールなど様々ありました。私は今回はストールの泥染めに挑戦してみたいと思います。さあ、柄を。そうですね、柄ね。どうしよう。次に仕上がりを想像しながら染めの柄を考えていきます。真ん中にちょっと白いラインに残して色分けするとかもできるし、いろいろ。こういう体験ものだとあらかじめ決められた柄を染めるだけなんてのも結構あるんですが、ここでは自由に本当デザインを考えさせてくれて、すごく楽しかったです。でこっちも丸入って、はい、OK。はい。で次に同じようにこれを半円に取る。染め柄が決まったら、次は柄の白抜きにしたい部分、つまり染料が入ってほしくない部分を糸できつく縛ります。でその上からさらにビニール袋をかぶせることで液が入らないようにする、つまり、染料がつかない、色がつかないように準備をしていきます。あ、これが定置木、念願の定置木染めです。興奮しています。ここじゃ外でやるじゃん。でまた始めましょう。いい感じです。お、いいですね。いいですね。私の声がいいです。ありがとうございます。担任がね、これに泥に反応して泥が黒くなっちゃってるんですけど、まあこんな感じです。わこれがその泥で、ー。じゃあやっていきましょう。はい。一度僕がやりましょう。あ、いいですか。じゃあ。はい。さあ皆さんお待たせいたしました。ついに泥染めの時間です。黒なんで元の方はあまり強く揉まないように。はい。
回目の泥染めが終わったらまた再び定置き染めに入ります。赤い。さっきより。こうやって水を重ねることでどんどん色も濃くなっていきます。強めにオッケー。入った？はい。お、なんか。あんまり落ちないの色が。そうですね。もうだいぶ。一回水変えて、一回手洗いましょうか。ついに完成した模様です。初めの方は泥染めなんて言って興奮していたんですけど、後半はもうほぼ無言でクタクタでした。とっても重労働であるということを身に染みて感じました。山本さんじゃない？広げて。はい。あらー、素敵。じゃあ、ここと。本当だ、グラデーションになってる。はい。せーの。じゃじゃーん。イエーイ。いいじゃん。いいですね。三色二丁。ですが完成品を見たらその疲れは吹っ飛びました。とはいえ。そこに引っ掛ける。まさに奄美で生み出される大地の色。ぜひ皆さんも奄美大島を訪れた際には泥染めの体験をしてみてはいかがでしょうか。いいじゃん、ありがとうございます。仕上がりが楽しみ。そしてその日の夜は冒頭のひろむくんにお誘いいただき、彼の秘密基地にお邪魔することに。ここはひろむくんのお父様が中心に作られたみんなが集える秘密基地です。みんなで火を囲んでお餅を焼いたりホットサンドを作ったり、なんだかとっても温かい思い出になりました。秘密基地の2階ではひろむくんが特製のコーヒーを入れてくれました。こんな風にゆるーく集まって夢を語ったり、他愛のないおしゃべりをしたり、そういうたまり場のような空間があるってすごく羨ましいなと思いました。さて次回は奄美大島から徳之島を目指したいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。